皆さんこんにちは。ちびけんチャンネルのケント。ジェシーです。今日はネイティブが試験を解いたらどうなるかシリーズ。日本人の視聴者さんならわかると思うんですけれども、日本ではだいたい高校を卒業するときにセンター試験という試験を受けます。その中に英語の科目があるんですね。そのセンター試験のスコアを使って日本の大学に申請するという感じなんですけど、約2年から3年費やして結構頑張って勉強してセンター試験に臨むんですけど、それでも満点取るのって結構難しいんですよね。僕も高校時代結構頑張って勉強した記憶があります。しかし今思ってみれば、果たしてあのセンター試験って本当に実用的な英語を測るものだったのかな、ネイティブから見ても使える英語を載せてるような問題なのかなどなど、高校生の時には思いつかなかったような疑問が浮かぶようになりました。なのでせっかくの機会なのでジェシーに今から解いてもらって、ジェシーなら何点取れるのか、オーストラリアのネイティブなんですけど、ネイティブから見たらどんな問題が載ってるのか、どんな力を測ろうとしているのかなどなど、ネイティブのリアルな意見に迫っていきたいと思います。 And as for the English viewers out there who are planning to, learn Japanese or come to Japan and find a job in Japan, well, you might have heard that the JLPT is one of the most official tests for Japanese learners. And if you want to get a job in Japan, you will probably need either N2 or N1 in order to actually apply. Well, we can use even to our advantage to find out how useful the test actually, how useful the Japanese in the test is in your daily life. So, can he get a full score of JLPT? Well, stay tuned to find out. 言い訳を先にしておくとですね、私日本生まれですが日本と香港のハーフでございます。なので満点取らなくても仕方ないかな。同じようにジェシーも、オーストラリア生まれですが、ないですわ。 With the Senta Shiken, so the questions were in Japanese. So if I didn't get a full score, it's probably just because I didn't understand the question. センター試験は高校生向けに作られた問題です。JLPT は、もちろん高校生の学習者も含めてビジネスパーソンなども対象に含めて試験を、作っていると思います。なのでその対象者が違うってことも、頭に置いていきながら、今回は問題を解いていきたいと思います。よろしく頼む。今回使う問題がですね、センター試験は、センター試験の公式ホームページから令和2年度の問題をダウンロードして解いてみました。ジェシーがね。And the version that Seiken actually answered for this video was the most recent practice test on the actual website of JLPT. リンクはこちらの動画の概要欄に貼っておきますので、興味がある人はぜひ解いてみてください。センター試験はマーク試験で筆記とリスニングに分かれています。筆記は80分で55問54問ぐらいかなを解く感じだと思います。筆記は200点満点ですね。リスニングは60分で、こちらが25問ですね。リスニングは確か50点満点かな。なので筆記の200点とリスニングの50点を合わせて、それを100点換算したりとか、大学に応じて点数を換算していくっていう感じだったと記憶しています。 And as for JLPT, so in general there are two sections. This applies to both N2 and N1. So there are two sections. It's divided into number 1, language knowledge, which includes vocabulary and grammar, and also reading. For the next section, it's just listening. And for the first section, it's 110 minutes, and for the second section, which is listening, it's around 60 minutes. And in order to pass the test, there's actually a passing line. So for N1, you have to get at least 100 out of 180 points. Depending on the section, how many points you can get is already decided, so yeah, just keep that in mind. じゃあ早速解いていきたいと思います。頑張るぞ。はい、早速解いていきたいと思います。イヤホンが1個しかないっていう関係でジェシーと同時に解けないので、まず僕が JLPT を一人で解いていきたいと思います。お風呂上がりですごいリラックスした感じなんですけど、のんびり解いていきたいと思います。今回解く問題は、JLPT のホームページですねから公式問題集というのがあって、そこの一番新しいやつを解いていきたいと思います。聴解が60分で、言語知識プラス読解、これが110分なので、多くても170分か、で解いていきたいと思います。時間計ってやっていきたいと思います。はい、じゃあまず聴解から。はい、じゃあ今からかな。はい、1時間計って解いていきたいと思います。
I'm about to do the center shiken test. I'm gonna start from listening because that's what Seiken did. Yeah, I just came back from work, so I'm kind of tired. I'm gonna probably eat some wakame, but yeah, okay. I'll start doing the test now. よいしょ。はい、今解き終わりました。ちょっと時間が押してるんで、言語知識のもう一個の方はまた明日2時間かけて、やっていきたいと思います。で、今日解いた回答用紙はまた後日ジェシーに、お互いジェシーの分を僕が採点して、僕の分をジェシーが採点する形でやっていきたいと思います。はい、じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。昨日に引き続き今日は N1 のこれは言語知識、文法語彙文法と読解合わせて110分をやっていこうと思います。今ジェシーが、JLPT 受けに行ってるので、僕はこっちで別の JLPT を自分で受けたいと思います。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。はい、1時間50分ですね。始めていきたいと思います。Well, this video is basically going to turn into an ASMR. But anyway, I have the Senta Shiken reading and grammar, I think, test here, so I'm going to do that. Yeah, apparently it will take like 110 minutes or something. But yeah, my goal is to do it within 60 minutes. Okay. See you after I finish. Bye bye. はい、今終わりました。約1時間58分残して今終わりましたね。もっと結構スラスラ解けると思ったんですけど、途中で電話がかかったりとかしたんですけど、まあそれでも後半につれて結構難しくなってた感じがしましたね。まあ具体的な点数とか、あと解説とかはまたジェシーと一緒に、説明していきたいと思います。じゃあまた。Oh, sorry.